おはようございます。年末のメンテオフの際にハイマウントストップランプの配線を交換したんですが、その際にストップランプ側、ウイングに入ってる方ですねのケーブルのグロメットが硬化してしまっていて、うまくちゃんと入らないということがありましたので、そこの配線を新しく変えたいというのと、あとはこのウイング自体が社外品なんですけど、純正はウイングからボルトが突き出している形になっているんですけど、こちらはウイング側にボルトがなくてですね、下からネジで留めるという形になっているので、純正の袋ナットとワッシャーを買ってですね、あとここですね、スタッドボルトも買ったので、このウイングにスタッドボルトを埋め込んで純正形状にしていくという作業。あともう一つ、年末にヘッドライトのロービームとハイビームが切れたというのがあるので、こちら補修部品を入手しましたので変えていきたいと思います。今日はその3つですねの作業を実施していきます。では作業開始していきます。それとリアウイングを外す時の作業用にですね、間に挟む緩衝材を作ってみました。ではまずリアウイング外していきます。なんで今回純正形状のスタッドボルト打ち替えをしようかと思っているかというとですね、現状ついてるネジがこんなネジで、普通のプラスネジ M6 の 25mm なんですけど、これだとプラスドライバーで作業しなきゃいけなくてですね、非常に作業性が悪いです。ドライバーだとここがねずれてすぐ外れるんですよね。なのでソケットが使えるものに交換します。はい、ネジを緩めましたので、先ほど作った緩衝材を挟んでいきます。こんな感じに間に挟むことによってウイングとトランクがぶつからないようにという形の緩衝材になっています。では問題のここですね、このグロメットが形がついてしまってうまくもう入らない状態なので、断線しているわけではないですが交換していきたいと思います。外れました。じゃあケーブルの交換とスタッドの打ち替えは部屋に持ち込んで部屋の中でやりたいと思います。部屋に持ってきました。ではまずケーブルを外すために、ハイマウントストップランプですね、外していきます。ハイマウントストップランプにケーブルがつながってるからということですね。
なるほど。純正のカプラーを使っているんだと思ったら、ここでぶった切って加工してるんですね。そのままただの付け替えはできないということが分かりました。ということで加工していきます。加工作業はスキップします。ウイング内に入っているケーブルを外したのでちょっと比較してみたいと思います。手前にあるのが新しい方、こっちが古い方ですね。まあ改造してあるのでこのカプラーはついていないんですが、ただあれですね、被覆を守るためのこういうものがついていたり、なんか多分まあこのウイングがいつのものだかわかんないですけど、少なくとも十数年は使っているので、まあそう考えると昔は今よりもなんかお金かかってんだなって感じがしますね。はい、ではこのカプラーは使えないのでぶった切ってこっちと同じギボシに付け替えたいと思います。はい、ストップランプのケーブル交換は終わったので、ネジ式になっているところをボルト式に変えたいと思います。ということでスタッドボルトを打っていきたいと思います。ちなみに使うスタッドボルトですが、こちらですね。M6 の 30mm、まあもうちょっと長くてもいいんですけど、 M6 だと一番長かったのが 30mm だったのでこれを使っていきます。純正ボルトにワッシャーをかました状態ですね。これでこっち側にネジロック剤を塗ってスタッドボルトに入れてきます。はい、だいたい長さはこんなもんかなってとこなので、他のボルトもこのぐらいの長さに合わせて入れていきたいと思います。逆側も同じように入れていきます。6つともスタッと打ちましたので、あとはネジロック剤が固まるのを待ちたいと思います。そうすれば、車体に戻してウイングの方は完了と。ではスタッドを打つのも終わったので車体に戻して、まずは転倒確認からしていきたいと思います。転倒確認も済んだので、グロメットはめてネジ締めてウイングの方の作業は完了したいと思います。念のためもう一度転倒確認しておきます。ということでウイング側の作業は以上で終了です。年末に切れてしまった、助手席側のヘッドライト、ロービームもハイビームも切れてしまったということで修理していきたいと思います。ロービーム側は 70W の HID、ハイビーム側は LED を使っているんですけれども、
ほぼ同じようなタイミングで切れてしまったということで問い合わせをしたら、ロービーム側の HID はすでに2年半ぐらい使っていて保証期間が切れていたんですが、補修部品があるということで壊れたバラストのみを格安で購入することができました。ハイビーム側の LED についてはギリギリ1年以内、保証が1年だったんで問い合わせたところ、こちらはすぐ新しいのを送っていただきました。ということでこれから交換していきたいと思います。はい、では届いた補修部品と、あとは交換品を開けていきます。いや、それにしても連絡した翌日ぐらいには届いたのでとても助かりました。対応も丁寧で早くて、これだと本当助かりますね。切れちゃったのはしょうがないですけど。はい、こちらがハイビームに使ってる LED ですね。こちらが壊れた HID のバラストとなっています。はい、まずは HID の方を交換していきます。はい、HID のバラスト交換についてはこれで完了です。では続いて切れてしまったハイビーム側の LED を交換したいと思います。まずは交換するためにネジを外してカバーを取り外します。これ1回開けているのでネジはすごい緩んで手で開けられる状態になっています。開けるとこんな感じですね。緊急避難として純正のバルブがつけてある状態です。で、これ見てもらうと分かるんですが、 NSX の純正 HID ユニットのハイビーム側の固定はですね、こういう板バネになっています。こういうやつですね。前面がつながっている状態なので、こういう風に一体型になっていてフランジが外れないタイプだと、そもそもどうやってもこの板バネを入れることができなくて固定できません。なので、もし純正 HID ユニットでハイビーム側を変えたいのであれば、こうやってフランジが外れるタイプですねっていうのを購入してください。これであれば付け替えが可能です。はい、この角度ですね。で、これで先にフランジを固定します。はい、これでフランジが固定できたので LED 本体を差し込みますと。はい、あとはこのフランジを固定してあげれば OK です。で、先ほど入れたフランジの底面のところにですね、バルブ本体が抜けないようにするための芋ネジがついているので、この芋ネジを回して抜けないように固定してあげます。はい、これで固定完了です。あとは
ーをつないであげれば取り付け完了と。ちょっとこの辺のね配線とかはうまく処理してあげてください。ではあとは配線を処理して元に戻して完了です。ちなみにこのカバーですが、取り付けしているボルトの元がすごく脆いので、ソケットレンチとかでがっつり締めると元が割れてしまいます。なので指で締められる程度で十分かなと思います。はい、これで完了です。あとはバーナーとかこの辺を固定して終了したいと思います。バーナーも貼り付けて配線もまとめたので、これで完了です。車体に戻していきたいと思います。はい、現状ライトユニット外してある状態なので、ここからライトユニットを戻して点灯確認、点灯確認が OK であれば完全に戻し作業をしていきたいと思います。まずは主電源をつなぎます。はい、だいたいこんなとこですかね。じゃあこれで点灯確認をします。はい、ポジション、ロービーム、ハイビーム、はい、点灯確認も OK ですね。じゃあこれでカバーと戻していきたいと思います。戻していきます。ではカバーを戻していきます。一応カバーを落としたので、あとは打ち合わせをしていきます。これでいいでしょう。では本締めしてネジカバーつけて終了したいと思います。
いうことで以上で終了です。